バグズクッキング。今日はお弁当です。最近、自炊が多くなったのでコオロギの炊き込みご飯をたくさん作っています。井上咲楽です。よろしくお願いします。いやー、今日はですね、なんと大人気 YouTuber のマジシャン先生とコラボすることになりました。イエーイ、ということでですね、マジシャン先生のためにお弁当を作っちゃおうと思います。やったー。ですがですね、今日は一人です先生いないですね。いやー、ちょっと心細いですけれども、いつもレシピを考案してくれる方がZoom で参加してくださってますので、とっても心強いですね。先生よりちょっと心強いかもしれません今日はちょっと一人でお弁当作りも、頑張っていきたいと思います。はい、はい、内山先生、嬉しい。元気です。昆虫料理研究家の内山翔一です。昨今コロナウイルスのせいで一緒にできずに本当に寂しいです。ストレスが結構溜まってます。今日はこういう形で、ビデオでのメッセージのご挨拶になってしまいました。とても残念です。でもなんか今日はすごく新しい試みということを聞いてます。そうですね。初のコラボ企画ということらしいんですけれども、人気 YouTuber のマジシャン先生っていらっしゃいますよね。その先生にさくらちゃんが美味しいお弁当、蒸し弁当ですね、もちろんですけどね、美味しい蒸しが入った弁当を届けるという企画のようですと聞いています。ですので非常に作りやすく、なおかつすごく美味しい昆虫料理のお弁当のレシピ、それを考えました。ですので頑張ってぜひ美味しい蒸し弁当を作ってください。本当に今大変な状況なんですけれども、さくらちゃんも、ぜひですね、これをご覧の皆さんも体に気をつけて頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。内山翔一でした。はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと待ってもらっていいですか。先生、これ頭についてるの何ですかこれ。なるほど。もう何も触れずにいつもつけてるかのように、後ろにはもうなんか神棚でもあるのかなって思ったら、昆虫料理っていう提灯と昆虫食っていうこの何ですか、旗みたいなのがあって、いやー、シュールですねこれ。さすが先生、元気出ます。でも元気そうで本当によかった。なんか安心しますね本当に。いやー、ありがとうございます。先生、今日は本当にもう一緒にいられないの残念なんですけど、もう先生の弟子として今日一人で作れるように上達しますので応援してください。よろしくお願いします。今日のお弁当に使う食材の、蒸しをご紹介したいと思います。まずこちらは冷凍のコオロギです。これはですね、ヨーロッパ家コオロギ、結構大きいですね、サイズ。こんな結構ちっちゃいイメージなんですけど、これはなんか国産のコオロギですごく大きいみたいです、サイズが。で、こちらが、アリの卵です。つむぎアリの卵を冷凍したものを解凍しました。食用のアリの卵はだいたいつむぎアリらしいです。で、こちらが、ミルワームですね。冷凍のミルワームです。いやー、美味しそうですねこれ。クリーミーで。そしてこちらはこれ見たことある人多いんじゃないですか。イナゴの佃煮、甘露煮。この缶たまに見ますよね。美味しそう。これは蚕のさなぎの佃煮。もうこのまんまで絶対美味しいじゃないですか。もう食べたい。で、こちらがおなじみのコオロギパウダーです。これもいいですね。コオロギのだしの香りがうわーっと吹き抜けます。ということで今回はマジシャン先生にこのすべての虫を使った料理を食べてもらいます。お弁当一つで6つの虫が味わえるという楽しみになっております。いや、もうめちゃくちゃ豪華ですよ。
いやもうマジシャン先生の会でこんな豪華にやるんだ。いつもね内山先生と2人の時からもっとくださいよ虫っていうくらいにもう羨ましいです、マジシャン先生。ではまずは、玉ねぎをみじん切りしていきます。普通の料理番組みたいですね。料理番組は料理番組なんですけど、普通の食材を私たちがこうやって皮むいたりとかすることってないですもんね。はい、虫ばっかり切ってるから、この包丁は。先生とか虫切る包丁とか分けてるんですかね。なんか奥さんとか嫌がりそうだな。なんかいや、なんか最近自炊ばっかなんですよ、家で。なので結構もう載せるものもないので、家のことしか料理をひたすらあげてるんですけど、絶対虫って言われるんですよ。卵焼きを作ったら美味しそうなんだけども、この中に虫がいると思うとゾッとしますとかめっちゃ来るんですけど、いや入ってないですから。でもバグズクッキングで学んだことを生かしてというか、コオロギの炊き込みご飯はちょこちょこ作るようになりましたね。あれ美味しいんですよ、結構。でしかも乾燥のコオロギをたくさんいただいていっぱいあったので、それを使って炊き込みご飯やると乾燥コオロギがプリッと生き返ってめちゃくちゃ美味しいです。で出汁もすごい出ますし美味しいですよ、すごく。ちょっともうここしか見せつける場所がないので、普通の玉ねぎとかも切れるんだなみたいな思わせとかないと、私本当にもう誰とも付き合ってもらえなくなっちゃうんで、ゴキブリを飼いたいだけじゃないんだって思われないと悲しいな。ここしかないですね、きっと。この後ほんと全部蒸し切るんだろうな。はい、みじん切りできました。目が完成です。ここから炒めていきます。では、玉ねぎを炒めていきます。油を入れて、では入れていきます。はい。そうですよね。もうこれだともしかして玉ねぎの普通の料理かなって思うかもしれないんですが、違うんですよ。今回はですね、コオロギのミートボールを作ろうと思います。ね、まさかこの美味しそうな玉ねぎがコオロギまみれになるとはマジシャン先生も思っていないことでしょう。バレないですね、きっと。でも今回見た目も楽しんでほしいので、ちょっともう食べた後にこことかに足とかついててほしいですもんね、マジシャン先生の。やってほしいな。歯とかに挟まってほしいですね。で数日後にうんちから出てきましたので報告があったら最高ですよね、本当に。番組で報告してほしいですね。虫がいない絵なんていいんですか？バグズクッキングで虫がいない、先生もいない、ただの料理番組じゃあここで塩コショウ振ります。せっかくなんでコオロギ塩振りますかいい香り。やっぱちょっとさすがにここまで昆虫がないとこっちも焦りがきますね。昆虫が足りないっていう勢いでコオロギ塩入れちゃいましたけど、いや先生とかこの作業待てないんだろうな、多分。ちょっとずつ色づいてきましたね、しんなりと。いや目の前でこのできたやつを見せられて、私これ炒めるんですか？肉みたいじゃないですか、色が。これまだ白ですよ。これ見てみます？ちょっとこれ開けてみますか。おお、こんな炒める？マジですか？全然ここまで京太さん、ここまでやりますか？そうですだそうです。無理はい。だいたい何分ぐらいかかりますか？
炒めます。絶対これ美味しいじゃないですか。美味しそう。めっちゃいい匂いしますよ。今日は手作りお弁当をそうだ。そうですよね。それを片付けましょう。いやー、絶対美味しいこれ。あ、でも若干茶色くなってきましたね。半分になりましたね。清田さんどうでしょうか。いい感じ、いい感じ。色がとってもいい感じです。半分ぐらいになりましたね、量が。じゃあこれで玉ねぎは完成です。よかった。もうどうなることかと。ちょっと見てくださいこれ。全然違くないですかこれ。なんだろう、こっちの方が美味しそうだな。はい、では玉ねぎが炒め終わったので、ミートボールを早速作っていきたいと思います。ではここでようやくコオロギパウダーが登場です。コオロギパウダーと小麦粉と、あと今炒めた玉ねぎを、混ぜ合わせていきたいと思います。まず玉ねぎをボウルに入れます。でここにコオロギパウダーを、いい香り。混ぜますね。結構たっぷりですね。玉ねぎと同じ量ぐらい。これで一回混ぜます。あ、でも玉ねぎ結構ボロボロしてるな。大丈夫ですかねこれ。いやちょっとこれボロボロしちゃって、なんかカレーのあれですよね。カレールーを砕いた感じになっちゃったので、ちょっと悔しいけどこの玉ねぎ使おうかな。悔しいですけど、ちょっとこの市販の玉ねぎの力をお借りしたいと思います。水でもいいみたいなんですけど、ちょっとこっちの方が美味しそうなので悔しいけど、ちょっとマジシャン先生のために美味しさ重視で。あ、でも結構まとまってきましたね。ほら、でここに小麦粉も足すから小麦粉入れます。どうだろう。おー、生地がまとまるための小麦粉なので、そんなに量はとらわれなくてもいいみたいですね。これ全部使わなくてもまとまれば OK だったら、もうこんなもんでいいんじゃないですか。結構まとまってきました。ほら、もう悔しいな。なんか玉ねぎ炒めを入れた瞬間にまとまりやがって。では成形していきたいと思います。本当にコオロギの匂いがプンプンしますね。おー、いい香り。じゃあお弁当サイズにくるんと丸めていきます。いやー、これだったら絶対わかんないだろうな、マジシャン先生も。マジックはできても昆虫は見破れないだろうな。すごいんですよマジシャン先生の動画。もう本当にびっくりするようなドッキリというかマジックばっかで、街中の人が本当にってびっくりするっていう、マジシャン先生をわっと言わせたいですね。どうにか言わせたいな。いつも人のことを驚かして嬉しそうな顔してるから。はい、ということで成形できました。では、早速ミートボールを焼いていきます。ちょっと油を敷いて、ここでミートボールを入れていきましょう。でも火はほぼ通ってるので、小麦粉があれですねだけに火を通せば OK ですかね。結構柔らかめのミートボール。ミートって言っていいんですかね。これ清田さんこのまま放置ですか。火を強めにして転がしながら全体的に焼き目を。はい、わかりました。ミートボールだ。これはもうミートボールです。これはもうどう見ても美味しいんですよね。ほんとコオロギ美味しそう。お、だんだんと焼き目もついてきました。ほら、なんかもうこれ元が結構コオロギパウダーってすごい黒いから、焦げなのかパウダーなのか、やっぱコオロギってすごい万能。ね、美味しいですもんね。
コオロギでこの間クレープ作りました。コオロギをクレープ生地に入れて、コオロギクレープ美味しいんですよ。結構食感が、おー、結構もう焼き目はつきましたね。コオロギ入れます。はい、じゃあここに蓋をしちゃいます。ちょっと火を弱めますか。これピックを、お弁当なのでお弁当っぽくピックを用意したんですけれども、かわいいな。誰の？めちゃくちゃかわいい。これ超かわいい。お弁当っぽくなってきた。あ、うん、すっかり忘れた。ちょっとコオロギの火を確認してみます。どうだろう。これ火通ってるって何ではどうですかね。あ、うん、美味しい。やっぱこのままでも美味しいんですね、十分。じゃあ調味料を絡めていきます。おお、蒸し焼きコオロギです。ここに調味料、これはですね、合わせ調味料を事前に作っておきました。みりんと醤油と、お砂糖です。じゃあこれを合わせていきます。おー、あ、いい香り。これはもうミートボール完全に美味しそう。めちゃくちゃ美味しそうですね。もうこんなもんでいいですかね。絡まったらよし、完成です。コオロギミートボール完成。やったー。おー、すごい。よし、さあでは、コオロギミートボールが冷めてきたので、ちょっと串刺しにしていこうと思います。まずコオロギを、おー、このコオロギいいな。この形飛んでるような、かっこいい。でミートボールを串刺しにして、またコオロギをプチッと。どうですか？かわいい。かわいいじゃないですか。すごく。コオロギミートボール。じゃあこれをいくつか作っていきます。お、あ、足が紛れてるのもいい。プチッと。かわいい。よし、コオロギさんが着々とミートボールになっていきます。よし、はい、完成です。串刺しにできました。やったー。あり卵サラダを作っていきたいと思います。そんなのありって。あ、これは絶品すぎる。あ、かわいい。ほら、かわいいですよね。おにぎりが2種類できました。蒸しでトッピングするってなかなかないですよね。飾り付けが蒸しっていう。これでお弁当に入れる1、2、3、4、5品作り終わりました。チャンネル登録待ってます。